こんにちは、マルタスタディの池松です。私たちは、今年の10月以降、さまざまな、動画をアップロードしてマルタ留学に関するいろいろな情報を発信してきたかと思いますが、今回は少し変わった、実験に近いような企画をさせていただきたいと思っております。マルタ留学を検討している方、マルタではなくても留学を検討している方にとって、一つの疑問というか心配事が、現地で友達がちゃんとできるかということかと思います。我々にも結構いろいろそういった、心配の、質問だったりとかをいただいているんですけれども、そういった時はいろいろ必ずちゃんと友達ができるので安心してくださいっていうふうにお伝えはしているんですけども、では実際どのくらい友達ができるかっていうのはわからないと思うので、これから1週間私は語学学校の授業に参加して、それから語学学校のレジデンスに滞在をして、どのくらいちゃんと友達が1週間でできるかっていうのを、実験で試したいと思います。この企画を思い立って、ある語学学校にお願いをしたところ、ゲートウェイスクール・オブ・イングリッシュという語学学校が全面協力をしていてくださって、滞在先とそれから語学学校の授業の参加っていうのを認めてくださったので、これから1週間ゲートウェイ・オブ・スクール・オブ・イングリッシュに滞在をして、いろんな生徒の人たちと交流をしていく中でどのくらい友達ができるかっていうのを、試して皆さんに見ていただきたいと思っております。私は今、自分が1週間滞在することになる部屋にいるんですけども、現在日曜日の夕方6時、もう外真っ暗なんですけど、このレジデンスには共用キッチンっていうのがあって、そこでみんな料理をしたり食事をとったりっていうことができるので、これから共用キッチンに行って、もし、いればなんですけど初めて語学学校の生徒たちと交流をしていきたいと思います。それでは行ってまいります。誰もいないということで、早速共用キッチンに来たんですけれども、ほとんど人がいないせっかく共用キッチンのどっか自分の調味料とか入れようかなと思ったんですけど、誰とも会話することができず、ちょっと今夜は難しそうですとりあえず荷物を下に入れたいと思います。ここの学校は朝食が、語学学校の方から無料で食べれるので、もしかしたらそこで、誰かと話せるかもしれないので、明日に期待しようと思います。1日目は、ここで以上となります。おやすみなさい。マルタは今朝7時です。昨日は、遅くにチェックインしたため、共用エリアにも、人があんまりなくて、今日は朝なので、朝食ビュッフェのところにもしかしたらここに滞在してる、生徒の人がいらっしゃるかもしれないので、これから、朝食キッチンに行って、皆さんと交流をしてみたいと思います。
ヘイトウェイの学生寮は無料で朝食がついてます。土日祝日も提供されるので、朝ごはんが面倒という方にはおすすめです。Johan. Johan? Yeah, and yours because I didn't. Yuki. Yuki, okay. I think I didn't introduce myself before, so please remember Yuki. Okay, Yuki. And Johan. Johan. Yes. And your name? Chaatai. Chatai. Chantal. Yeah. So it's full name, right? It's kind Yes. of very difficult pronunciation. Chantal. Chaatai. Chantal? Yeah. It's Google. 私が滞在した1週間のうちの全体学生数は約80人。コロナ状況下で大規模の学校ですら100人程度しかいない中で、小規模にして80人はとても頑張っています。ちなみに私はエージェントではありますが、もともと社交的な性格ではないので、初日の授業にとても緊張しています。And this weekend, yeah, it's been okay. My children have been particularly challenging this weekend, so I'm quite glad to be back at home. Yeah, they're 8 and 5. So, Ray, could you start? I'm Ray. I'm from Kazakhstan. And I'm Joan. I'm from Spain. Hello, I'm Sergio. I'm from Colombia. Hi, I'm Sassy. I'm from Thailand. Hi, I'm Professor. I'm from Thailand. I have been here for 1 year. Hi, I'm Yuki. I'm from Japan, and I've lived in Malta for 2 years, or more than 2 years, actually working in Malta, but I'm going to stay here for 1 week. Okay. Hello everyone, my name is Vilwan. I'm from Sweden. 学校初日、初っ端の授業内容は生徒一人一人に与えられたトピックを他のクラスメートに質問し、調査結果をまとめてクラス全員に発表するというもの。お題自体は簡単なので困ることはないんですけども、学校初日で人前で発表するっていうのはやっぱり緊張します。今日とてもいい天気なので夕日がすごい綺麗に見えます。さて、今日、初めて学校初日を迎えて、一日を終えた感想なんですけど、最初はなかなか授業が始まる前はなかなか友達ができるか不安だったんですけど、授業の合間の休憩時間だったりとか、授業が終わった後のお昼の間とか、授業以外の部分でもいろんなクラスメートと話しすることができて、友達ができたのかなと思ってます。クラスの何人かとは連絡先も交換して、実は明日、祝日で学校はお休みなんですけども、友達と出かける約束をしたので、また新しい、休日の友達との過ごし方っていうのを、皆さんにお見せできるかなと思っております。それから、昨日のビデオでは、ビデオ冒頭では、これから1週間レジデンスに滞在をして学校の授業を参加して、友達が何人かできるかっていう検証をするって伝えたんですけども、それとは別に同時進行で、他の企画も、行いたいと思っていて、1つ目は1週間留学をしたら具体的にどのくらい、
費用が生活費がかかるのかっていうのを、紹介したいと思います。レストラン行ったりとか、スーパーマーケットでどのくらい、野菜とかいろんなものがかかるのかっていうのをリアルにお伝えできたらなと思っております。それからもう一つ目が、語学学校を通った場合の1日のマルタでの過ごし方、っていうのを、実際の映像とともにご紹介したいと思っております。どちらもおそらく、マルタ留学検討される方、それからこれから来る方にとってはすごく大事な情報、でいろんなイメージがつかめるかと思うので、そちらの動画に関しても、お楽しみいただければと思います。寒いのでこれから中に入ります。この日は祝日で学校が休みのためクラスメートとお出かけ、ミゲルがずっと行きたかったスリーシティーズに行くことになりました。ビルグにある教会が見たかったそうですが、祝日のためか閉まっていて残念ですが、街をぶらぶら歩いたり、港に止まっている豪華なボートが誰のものか調べたりしながらお楽しみ中です。実際お出かけ前は2人のことをよく知らなかったんですが、ミゲルは陽気で冗談好き、レイは優しくて英語以外になんと3カ国語も喋れるということを知りました。すごいです。That's one, yeah. Did you buy it? Well done. You post it. English story. How are you there? He's the model. He's the model. He's the sponsor. We're like a paparazzi. This one, yeah? This one? What's that? Skip. Can we take a picture here? No, it's taking video. Video. Hello. I will be the next one. You and who? You maybe? Me? Why not? Okay, we can go to the church now. Right now it's available, so We can chance, just yeah. steal that car. Alright, yes. 祝日だからみんなと関わる機会が減っちゃったなぁなんて思っていましたが、ミゲルが声をかけてくれたおかげで2人とより仲良くなることができました。何より家でネットフリックスを見てるのが普段の休日の過ごし方の私ですが、2人のおかげで充実した楽しい休日が送ることができました。Thank you, Miguel and Ray. 祝日明けで学校自体はまだ2日目なので慣れないこともたくさんありますが、教室に入った途端ミゲルとレイが笑顔で手を振ってくれたのでとっても安心しました。私のクラスにはマルタで仕事をしながら授業を受けている人もいるので、クラスが終わるとすぐ帰ってしまう人も結構いらっしゃいます。そんな中でこの2人は授業が終わっても教室に残ることが多かったので、そのせいもあって滞在中2人とは特に仲良くなりました。
今からクラスメートのみんなでボーリング行ってきます。何かアクティビティ的なことをやりたいということで、結局ボーリングに行くことになりました。あるあるですが、始まる前はみんなあんまり上手くないよと言っていたのに、始まってみると最初の1投目でストライクを出していたり、全然うまいです。このあるあるは、日本だけではないようです。私はちなみに今まで数回しかボーリングに行ったことがないので、言葉通りもちろんちなみに私はこの後もたびたびガーターを出してしまうんですが、上手い下手にかかわらずみんなで何かするっていうのはとっても楽しいものです。今はアクティビティが行われていない学校が多いんですが、自分たちで計画することはいくらでもできるので、積極的にプランを立てたり参加してみるのがおすすめです。最後はレイとジョアンの一騎打ち。あと2点のところまでレイとの差を詰めるジョアンのラストの一投はということで勝者はレイ。おめでとう。ジョアンもナイスファイトです。学校3日目。今まで授業を受けていて感じたのは、何かわからないことがあった時、その都度その都度質問していたり、自分の意見をその場で伝えている人が多いということ。日本ではあまりないことですが、海外では当たり前のように行われています。また映像には残っていませんが、私も授業中何度も質問しました。先生によるかもしれませんが、基本はみんなが質問発言しやすいような雰囲気づくりをしてくれているので、皆さんももしわからないことがあったら、授業後に個人的に先生に質問するのではなくて、授業中に質問してみるとみんなへのアピールにもなって友達が作りやすくなるのでおすすめです。この日は学校終わり別動画の撮影をしていたので、寮に戻った頃にはくったくたでしたが、キッチンに行くとチャカタイが今夜ご飯作ってるから一緒に食べようと言ってくれました。私も何かしら手伝いをしようかと思っていたんですけども、ご覧の通り特に何もしていません。ただ見ているだけです。ケバブ以外のトルコ料理は初めてでしたが、スパイスがよく効いててとっても美味しかったです。ちょっとつまむだけの予定だったんですけども、最終的にはがっつりいただいてしまいました。ちなみに滞在先での他の生徒との交流方法で一緒にご飯を作る、または出身国の料理を食べるっていうのはとっても有効です。私は人に振る舞うほど得意ではないのであれですが、日本料理を作ったりするのも仲良くなるため、きっかけになります。ちなみにこの2人はこの日以外にも2度ほどトルコ料理を披露してくれました。 Thanks for an amazing food, Chagatai and Muhammad. 学校最終日、ちょっと
遅刻してます。曜日、はい、今ノートを見たのに落としちゃった。行ってきます。1週間は本当にあっという間に過ぎてしまいます。今日は最終日だし金曜日ということで、がっつり勉強というよりは楽しみたいっていう私のリクエストを組んで、先生がゲームの時間を設けてくれました。ゲームといってももちろん語彙力や表現力が鍵となるゲームなので、英語はしっかり使います。ペア対決なのでプレッシャーはかかりますが、それでも見ていただける通りみんな楽しんでます。最後は難題。答えはパイント・オブ・ラガーですが、なかなか言葉が出てこず、みんな苦戦中です。最終結果は2位。なかなかの出来ですが、みんな強い。最後は先生からご褒美のチョコレートをもらいました。これから、パーティーに行くので、その買い出しに来てます。Oh, he is there. John! I don't know. Oh! Are you tired, John? I'm just excited about our party. Really? Yeah. Good. パーティーや大人数での飲み会が苦手な私は普段は参加しないんですけど、今回は特別に参加することにしました。多分今年初です。こういった場は普段会わない人と話す機会が増えるので、皆さんも留学した際は一度でもいいのでぜひ参加してみてください。もちろん夜11時以降は騒音禁止なのでお気をつけください。カメラの容量がいっぱいだったため、パーティーの映像がそんなに残っていなくて申し訳ないです。でしたでしょうか。残念ながら、7日目の土曜日は仕事が入ってしまったため、レジデンスに滞在することができず、皆さんと楽しむことはできなかったんですけども、6日間、ご覧いただき、短い間でも友達がたくさんできるってことを証明できたかと思います。私自身そんなに社交的な性格ではないので、初日、特に月曜日はすごく緊張したんですけども、クラスの生徒に私が恵まれていたなとすごく思っていて、みんなすごく優しかったので、すぐに友達になることができました。それから私が気をつけていたのは、私のクラス自体には日本人はいなかったんですけど、学校には日本人が結構いらっしゃいました。ただ、どの方とでも基本的にはあまり喋らないようにして気をつけることで、日本人の塊にならないように気をつけていました。なんで気をつけるかっていうと、日本人で固まってしまうとやっぱり他の国籍の方も話しかけづらくなってしまうので、より一人でいるっていうのはまた言葉としてはちょっと違うと思うんですけども、他の国籍の人となるべく喋れるように日本人同士で固まらないということは意識して行ったことだと思います。初めての留学の方は特に日本人がいないと不安という方はいると思うんですけども、英語を上達したいのであれば、やっぱり日本人とつるまない方が一番だし、友達が
欲しい、日本人以外の友達が欲しいのであれば、もちろん日本人と一緒にいない方が友達を作りやすいと私は思っていて、この動画を見ていただければ皆さんもそう感じていただけたかなと思います。それから、語学学校に1週間滞在していたということで、一応安全確認のためこの1週間が過ぎた後にコロナのテストは、受けたんですけども、しっかり結果が陰性ということで、1週間でみんなとパーティーだったりとかいろんなことをしながら楽しみながらも、コロナに感染することなく、快適な生活が送れるということも証明できたかなと思います。もしこの動画を見て、このゲートウェイスクールに、通ってみたいと思った方は、2020年の12月31日までのお申し込みであれば1週間授業料と宿泊代が無料になるキャンペーンを行っているので、ぜひ我々にご連絡いただければと思います。それでは、今回長尺の動画となってしまいましたが、最初から最後まで楽しんでいただければ幸いです。今年はいろんなことがあって、留学を中止せざるを得なくなってしまった人、延期せざるを得なくなってしまった人たくさんいらっしゃるかと思います。ただ、この動画を見てまた留学行ってみたいかもっていうふうに思っていただければ我々としては嬉しい限りです。最後にこの動画に協力してくれたゲートウェイスクールのスタッフの方々、学校マネージャーのカール、それから1週間一緒に時間を過ごした友達の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。Thanks very much everyone who made my week so special. You guys are amazing. Love you all. Thank you.